おはようございます。加藤です。ラオスに昨日夜到着しまして、一泊してました。有名なセッタパレスホテル、セッタパレスホテルですかね、に泊まっております。で、フランス植民地時代からあるホテルということなんで、見てください。朝食がやっぱりすごく洋食です。もうちょっとなんかラオス独特のものとか期待したんですけど、そんなことはないですね。ここはやっぱりフランス人経営のフランス式のコロニアル様式のホテルなんで、有名なフレンチレストランがついてて、そこが作ってる朝食になります。だから全部洋食ですよね。オムレツを頼んだんですけども、ちょっとアメリカチックにケチャップと一緒にくれないかって言ったら、ケチャップはいらないと思いますって言われました。フランス人の誇りを感じますね。すごいなと思いましたけど。ちょっと食べてみますね。うん。すごいこれうまいですね。バターたっぷりで、チーズが中に入ってるようなタイプのオムレツです。確かにこれだったらケチャップいらないですね。しっかり味付けがされてます。ちょっとアメリカチックな、アメリカのホテルとかでよく出してくれるオムレツとは違いますね。いや。実は朝食なしのプラン予定したんですけど、みんなに朝食は出してるから、朝食なしプランで予約してるけれども、朝食はいいよってことになりました。なんでもですね、聞いてみたら、このホテル全部で29部屋しかないそうでして、だから、料理は作ったらもったいないからみんなに食べてもらってるそうです。ありがたいですね。はい。というわけで、ちょっとだけ仕事を午前中はバンバンしてから、午後、なんか軽く名所とか回ってみたいと思います。あれがラオスの首相官邸だそうですけれども、その目の前にあるこれが、ラオスを代表する観光名所の一つのハトゥーサイ、凱旋門ですね。1954年ですかね、第一次インドシナ戦争、あれで、勝利して、フランス軍をはじめ、外国の軍隊がラオスから去っていくことになりますけど、それを記念して建築が始まったそうです。いやー、フランス軍を追い払ったけれども、パリの凱旋門を真似て、こういうものを作るっていうのが、ちょっとユニークだなと思います。街は本当シャンゼリゼに倣ってずっとまっすぐ街というか道路がある状況です。その割にはそんなになんかブランド街になってるとかそういうわけでもないですけどね。いや、こうやって近くで見ると結構立派ですね。中はすごいな、もっと立派そうだ。なんかこれですね、途中で、予算がなくなっちゃって、建築は途中で終わったそうです。でも結構こうやって見ると別に、そんなに物足りない感じしないわけでもないですけどね。全然 OK な感じですけど。中はこんな感じになってますね。尻尾がありますけど、猿の神様ですね。こっちの方に来ると結構ありますね、こういう猿の神様。すごいな。フランスの凱旋門も慰霊碑になってますけど、このラオスの凱旋門もそういう慰霊碑の意味合いが込められているそうです。これも同じように登れるんですね。
登ってみたいと思います。いくらなんだろう。国内の人は5000キープだけど、外国人は3万キープって書いてある。まあいいや。ちょっと入ってみます。今、外国人用の3万キープを払って、凱旋門の中に入ってきました。3万キープって安いですね。1.3 ドルぐらい。200円ぐらいです。そんなに高くはないです。ラオスの歴史ってすごく面白いんですけど、戦争がですね、近代は多くて、これも1954年にインドシナ戦争で勝ったから作られ始めましたけど、パテドラオっていう、いわゆる、なんでしょうね、中国でいうとこの八路軍みたいな、人民解放軍みたいな、共産党系の軍隊がすごく強かったですよね。結構内戦も多くてですね、すごく大変だった歴史があるんですけれども、すごい、こういうふうに中は、ミュージアムになってるんだ。1957年から作られ始めたと書いてありますね。1962年。1968年に初めて終了だと。68年か。1968年、ラオスはまだ内戦中ですね。ラオスってもともと、フランスに植民地支配を受ける前は、タイに支配を受けてたんですけど、もともと王朝が3つあってですね、ビエンチャンとルアンパパンと、あと南部にもう一つ王朝があるんですけど、その3つの王朝をまとめてタイに支配を受けてたりしたんですけど、19世紀末になると、フランスがこっちの方にどんどん来るじゃないですか。で、ベトナムとかもフランスに植民地支配を受けるようになりますけど、そのタイミングのちょっと後にラオスも、フランスの植民地支配を受けるんですね。で、いわゆる仏インドシナの、仏領インドシナかの一部になっちゃうんですけど、でも第二次世界大戦で、日本軍が仏印進駐でこっちの方来るじゃないですか。いわゆるビシー政権の時代ですね。ナチスドイツがフランスを占領した後ですけど、その時代に同盟国だった日本は、ラオスまで来て、ラオスの支配権を一時確立します。で、その後、仏印処理って言ってですね、面白い、なんかいろいろあるけど、でも結構ガラーンとしてますね、中は。結構、空間が贅沢に使われてるな。あんまり展示するものがないんでしょうか。でも英語で展示されてるんで嬉しいですね。助かります。ごめんなさい。仏印処理って言って、1945年、もう戦争第二次大戦の末期ぐらいに、日本軍はフランス軍を一掃することを決めるんですね。で、軍事的にもフランス軍を一掃して、で、それを後ろ盾にラオスって独立するんですよ。独立宣言して、久しぶりにラオスとしてちゃんと、国際世界でやっていくぞってなるんですけど、後ろ盾だった日本軍がその後すぐ負けてしまったんで、ね、これはやばいってことで、一時またフランスの占領下になるんですね。で、その時に、保守側、つまりフランス側に立った、王政側と左翼側に立った、革命側、そこがですね、結構火種としてくすぶっていって、結構厳しい内戦に陥ります。あれが首相官邸で、僕さっきあっちから歩いてこうやって入ってきましたね。ラオスってなんか世界で一番何もない首都とか言われたり、本当にすることがない首都って言われますけど、こうやって街の真ん中から
街を見渡しても本当にあまりなんか目立った建物とかはないですね。ちょっとこの中にも入れるんで入ってみます。何があるんだろう。あ、Thank you。まあその法政側とですね、革命勢力がずっと戦ってって、その内戦って結局終わるのって1975年なんですよね。まさに、こうやって見るとやっぱりちょっとタイに似てますね。これが凱旋門のトップかな。いや、もうちょっと上までありますね。僕がさっき泊まってたホテルはあっち側にあります。あっち側の方が繁華街なんで、まあ、建物は密集してるけれども、あんまり高いビルとかはそんなにないですね。あれはコンドミニアムかな。結構ラオスに行くとのんびりできるっていうことで有名ですけど、確かに本当にのんびりだな。東南アジアの首都に来ると車いっぱい走ってるじゃないですか。でもビエンチャンやっぱ車走ってる量がそんなに多くなくて、であと何より静かなんですよ。インドネシアとかバンコクってもうクラクションがすごいじゃないですか。まあデリーとかインド行ってもそうですけど、ビエンチャンはですね、結構驚くほど静かで、みんな意外とマナーよく運転してます。上まで行けないのか、行くなと。でももう一つ上まで行けるみたいですね。凱旋門これで終わりか。いやーでもそう、ラオスってだからすごい内戦が多かったんですよね。1975年までずっと王政側と革命勢力が戦い続けて、パテトラオっていうのが戦い続けて、パテトラオも一時王政側の軍隊にちゃんと入ったりするんですけど、やっぱりそれでもその後やっぱ王政を打倒しようとしたりして、結構複雑な歴史を持っています。ただまあなんで1975年かっていうと、ベトナム戦争が終わるじゃないですか。ベトナム戦争が結局いわゆるソビエト側が支持していた共産党の勝利によって終わります。でそのタイミングでクメール・ルージュが勝って、カンボジアも結局いわゆる共産勢力が勝利しますよね。でその影響を受けてですね、その後すぐにラオスもラオス王国だったんですけど、その時は結局王政は打破されて、王様たち、まあ、王族ですね、収容所に入れられてそこで死んじゃってみたいな、結構凄惨な状況になっていって、ラオスも、社会主義国になっていくと、まあそういった感じですね。結局エグジットはあっちか。結局なんていうんですかね、東南アジアのここら辺でやっぱり東西の冷戦構造の中でいうと東側が多いですよね。ベトナムもそうだし、まあラオスの南のカンボジアもそう。隣のミャンマーだって当時は、軍事政権がクーデターを起こすまでは社会主義の政党ですね。でさらに北に行けば当然中国がいますしね。ものすごく社会主義が強いエリアだなと思います。先ほどからですね、街に結構ソビエトのマークが、国旗がずっとはためいてるんですよ。いわゆる共産主義のマークですよね。ハンマーと稲刈りのあれがずっとたなびいてます。この国はレーニン・マルクス主義なんですよね。レーニン・マルクス主義を標榜している
党が独裁してるんで、やっぱそういう感じの政治状況ですね。あ、これで戻ってきちゃった。終わりか。なんかめちゃくちゃ余談ですけど、僕仕事でめちゃくちゃタイに行くことが多いんですけど、やっぱり日本人にとっては東南アジアってやっぱタイが一番身近ですよね。それってなんでかっていうとやっぱあれですよね。我々と同じ西側諸国の陣営に組みしてたからだなっていうのがすごい多いですね。やっぱり日本は戦後の経済史振り返ると東南アジア向けの投資ってもうほぼほぼ全てをタイに投資してるじゃないですか。工場を作るのもタイだし、研究所を作るのもタイだし、何でもタイに投資をし続けてきてるから、だから日本人の僕はタイに出張に行く機会がすごく多くて、ラオスって今回初めて来たんだなって思いました。でも驚いたんですけど、ラオスはかなり日本が政府の援助でいろんな橋を架けたりダムを作ったりとかしてるみたいで、ちょこちょこ街歩いてても日本とラオスの国旗が並べられてるのを見かけることがあるんですが、綺麗だな。でも今ですね、繁華街で街中歩くと中国語の店と韓国語の店多いですね。中国人、韓国人が多いんでしょうね。2021年に中国ラオス鉄道ってつながりましたし、一帯一路構想の中にラオスは入ってますし、やっぱり社会主義、共産主義の陣営の方に属しているから、そちらの人たちと一緒に協力しやすいんでしょう。ラオス、そういう話だけはニュースでなんとなく聞いてたけど、実際来てみると本当に、中国とかの影響がかなり強いんだなというふうなことが見て取れますね。よく考えてみたら日本から直行便がないですもんね、ラオスのビレンチャンって。なんかこっちに来てから日本人もですね、ほとんど見かけておりませんでして、そこそこの人間が観光客として来てると思うんですけど、あんまり目立たないですね、日本人は。それよりもやっぱり今は中国ですね。本当ラオスは中国に面してますから、当然かなり強く影響を受けるんだと思うんですけど、実はめちゃくちゃ僕の周り中国の方ばっかりいます。あとは欧米の方は多いですけどね、フランスの方とかもフランス語を話してる人たちもいて、旧植民地に遊びに来てるんだなって感じですけどでもそう、ここも中国援助って書いてありますしね。何をやったのか英語で書いてくれないとよくわかんないですけど、でも首都の中のいろんな中心地域の建設関係をしたんでしょう。でも中国鉄路、鉄道のをしたのかな、書いてありますね。中国の隣国で一番援助を受ける立場にある、後発の、途上国と言ってしまえばラオスはそれに値するかと思うので、このタイミングに来てみたのはちょっと面白かったかもしれないですすごく中国の影響を感じているこの2日間ですね。しかしどうしようかな、本当にあんまり見るべきものがないんですよね。いいや、でもこれからちょっと一番でっかい有名な黄金の寺院に行ってみたいと思います。乗ったタクシーも BYD でしたし、すごく中国を感じますいやー、これあれがタートル湾ですね。この国で一番有名な寺院です。周りにすごいですね、出店が出てるんで、なんだって聞いたらですね、来週からこの国で一番でかいと言っても過言じゃないお祭り、このタートルワンフェスティバルっていうのをやるそうで、それの関係でですね、もうここにつながる沿道がずっ
と出店の準備してました。なんでもお祭りは1週間とか普通に続くそうでして、本当みんな力入れて、やるみたいですね。というわけで、やってきました。タートルワン。また書いてある。やっぱりあれなんだな。国民は5000キープだけど、外国人は3万キープなんですね。そういうもんなんですね。まあいいんですけど、中に入っていきたいと思います。中に入りました。すごいな。ちょっとここに後で登るとして、ちょっと軽く一周してみたいですね。この中は、今、内部は公開してないそうで、観光客は外から見て回るだけだそうです。いや、それにしても、3万キープ、1.3 ドルぐらい払えってことだったので払おうとしたら、もう、ラオスも QR コードで払う文化がすごい根付いていて、昨日のナイトマーケットの、屋台も QR コードで全部払う方式だったんですけど、ここの係員の人はですね、携帯電話で QR コードを見せてくれるんですけど、携帯電話の電源が、もう電池が切れちゃってて、QR コードじゃ受け付けられないから現金出せって言われてですね、全然現金持ってきてなくて、やばい、どうしようと思ったら、僕の前にいた、おそらくラオスの人だと思うんですけど、ちょっと裕福そうなっていうか、結構裕福な感じのするおばさんがですね、すごく綺麗な英語で、あなたどっから来たのみたいなこと言ってきて、で、日本から来ましたって言って、現金がないからちょっと ATM に行ってお金を下ろしてまたここ戻ってきますみたいなこと話してたら、その方がですね、現金で僕の分 1.3 ドル、約200円をですね、払ってくれちゃいまして、無事中に入れました。すごい綺麗でいいんですけれども、僕は今とてもたった200円を人に恵んでもらった人間ということで、とても今自分を情けなく思っております。いや、ちょっと恥ずかしいな。ちゃんと現金はね、少しぐらい持っておくべきでしたね。いや、本当に申し訳ない。まあ、優しい方が多いですね、ラオスの方は。そう、変な花みたいのをみんな持っていて、そのおばさんも花を持っててですね、ここに持ってきて、こうやってお供えしようとしてました。民族的なああいう巻物とスカートみたいなものを巻いてる人が多いですね。きっと、お祭りだからっていうのもあるんでしょうけど、本当にいっぱいいろんな人がいて、こうやってお供え物したり、なんだりしてます。あっちにもすごいでかい寺がありますけど、これが一番有名で、ラオスの国章にもなっているタートル湾ですね。さっきウィキペディア見てたら、作ったのは16世紀とか15世紀とか、16世紀ぐらいらしいんですけれども、いろんな伝承があって、一番古い伝承だと紀元前3世紀の古代インドのアショカ王の時代にここまでこういうのを作る人たちを呼んできて、でそれを参考にして作ったそうです。アショカ王ってすごい有名な人ですよね。古代インドで、ブッダが入滅してから、100年後ぐらいの人ですけど、すごく仏教を厚く信奉した古代インドの人です。なんて言ったかな、マヤリア王朝とかそういう名前の王朝があるんですけど、古代インドで最もでっかい王朝ですね。インド史上最もでっかい王国を築いた、王朝があるんですけど、その人たちが仏教を信奉してきたんですよね。で、そのアショカ王がすごい信奉していて、こっちの方まで人を送ったそうです。そんだけ信奉されてた仏教だからこそ、そういう強力な王朝が、
まあ、衰退して分裂してた時に、まあ、仏教っていうのはすごい非難の対象になって、インドでは物が見事に衰退していっちゃうという歴史があるんですけれども、まあ様式としてはなんかそんぐらい古くからあるよって言われたりするぐらい古いものみたいですね。まあ、ちょっと登ったりしてみます。タートル湾の南側に南寺院っていうのがあったんで来たんですけど、境内までこうやって物売りだらけですね。すごいな。なんかここはなんかね、半蔵があるらしいんですよ。だから来てみたんですけど、あ、いいな、こういうお寺。あ、タイルだ。っていうか、何これ。なんでテントを。みんなここで生活している？しかもホームレスの方じゃなくて、お坊さんが生活してるのかな。生活困窮者が生活してるのか。すごい不思議な空間ですね。こういうタイル張りのこういう感じの寺って、まあ、よくありますし、まあ、インドとか行くと特にいっぱいありますけど、この中でテント張って暮らしてる人がいっぱいいるってのはすごいな。こうやって見ると面白いですね。いろんな仏教の絵が飾られてます。しかしですね、良くも悪くも観光地化されてないですね。なんかラオスって初めて来ましたけども、あんまり観光地化してないですね。隣国のタイなんかはめちゃくちゃ観光化されてるし、なんだかんだでベトナムもすごい観光化もしくは観光地化が進んできてますけど、ラオスってなんだろうな、実質歩き回ってるの今日が初めてですけど、本当にあんまりなんか商売気がないっていうか観光地化されてないですね。そういう意味ではやっぱりあれですね、社会主義国っぽいですね。昨日の夜もタートル湾だ。昨日の夜もやっぱり街もすごい暗かったでしたしね。ちょっとベトナムのニャチャンを思い出しました。ニャチャンもリゾート地なのになぜかビーチに行くと暗いっていうすごい怖い経験をしたんですけど、やっぱああいうのってちょっと、これか有名なね、三年半蔵。やっぱああいうのってちょっと社会主義国っぽさを感じますね。田舎じゃないのに街が暗いみたいな。これが涅槃像か。なんか顔が独特だなぁ。なんか仏像も平たくて、なんか手が変に長いな、指が。独特。すっごく言葉を選ばずに言うと、なんとなく雑ですね。2ヶ月前も僕タイにいて、チェンマイでいろんなお寺回りましたけど、なんかやっぱりさっきからずっと感じてたんですけど、この涅槃像を見るとより一層思うな。なんか雑だな。まあこういう装飾はなんか細かくいろんなものがしてあったりしますけどね。はい。リエンチャンで絶対に行くべきなのはこのタートル湾とさっきの凱旋門
だと思うんですけど、それ以外にもいろいろお寺があるんですけど、あんま観光客が行っても面白くないかもみたいなことと書いてあったりしまして、人によっては、ビエンチャンは何泊もする場所じゃないみたいなことを、Google マップで投稿してる人もいたりするんですけど、確かにそうかもしれない。あんまり観光客が来てどうこうって感じじゃないですね。ただすごくゆっくりしてますね。なんだろうな。ちょっと東南アジアの地方都市行ったみたいな感覚がすごくします。ぼーっとしたけじゃラオスに行けみたいなことを言う人がバックパッカーの中でいますけど、こういうことなんですね。来てみると本当百聞は一見にしかずですね。どうしようかな。とりあえず一旦切ります。結局あれからですね、ちょこちょこ寺院を巡ってみたんですけれども、なんかどれもやっぱ観光地化されてない、すごく、しかもあんま整備もされてない寺院が多くてですね、あんまりカメラを回すことなく、夜になっちゃいましたんで、夜というか夕方になっちゃいましたんで、マッサージを2時間受けて、それでなんか評判のステーキ屋さんにやってきました。マッサージもやっぱりまだまだビエンチャンすごく安いですね。バンコクとか隣のタイだと、もう中心部だと、東京とあんま変わらないぐらいの物価で、マッサージも結構高いですけど、ビエンチャンはまだ繁華街でも1時間700円とかでしたね。僕は2時間なんかいろんなアロマ使ったり、なんか変なスクラブ使ったりされて、いろいろやって2時間のマッサージ受けて、たった3000円でした。めちゃくちゃ安いです。というわけで、ここはですね、ビストロ系のステーキ屋さん、なんか有名なところに来てみました。これ、タルタルですね。早速ちょっと食べてみたいと思います。なんかやっぱりフレンチ系が多いですね。やっぱり植民地支配を受けてたからっていうのもあると思うんですけど、お店のちょっと高そうなところは大体フレンチ系が多いです。美味しい。タルタル日本でなかなか食えないですからね。うまいな。本当に美味しい。いや、正直、ラオスでタルタルとか生もの食べて大丈夫かなと思ったんですけど、調べてみたら結構大丈夫だそうなんで、食べてみたんですけど、本当うまいですね。本当に美味しいですね。なんかオーストラリア産のビーフが結構、ラオスのステーキ屋さん多いそうですけど、これは和牛の、オーストラリアで作った和牛のタルタルだそうです。確か美味しい。これなんだろう、ジェノベーゼだ。ジェノベーゼが下に敷いてあるんだ。あとすごいトリュフの香りがしますね。めちゃくちゃトリュフが入ってる。美味しいな。まさかビエンチャンでステーキ食べると思いませんでしたけど、本当美味しいです。ここおすすめですよ。何てお店あったの？キッチンバイブビストロっていうところですね。いや、そしてメインのアンガスビーフが来ました。美味しそうですね。ちなみにカフェドパリっていうソースにしたんですけど、これ何なんだろうな。チーズとか混ぜてあるやつか。いただきます。うまそう。ちなみに特筆すべきことがあるんですけど、これがですね、2000円ぐらい。めちゃくちゃ安くないですか？美味しい。
カリッと皮っていうか、外入れて中はミディアムにしてあって美味しいですね。美味しい。これは美味しいですね。美味しい。めちゃくちゃコスパがいいですね。というわけで今日はもうこれぐらいにして、ホテルに帰ってゆっくり寝たいと思います。明日はですね、夕方から、新しく開通したビンチャンからバンコクに直通する、夜行列車に乗って、タイのバンコクまで行こうと思ってます。ハウスのビエンチャン、本当に何もなくて、ゆっくりするにはすごくいいんですけど、観光という意味ではあんまり目星もはないですね。まあ本当ゆっくりしたい時に来る場所なんだなっていうのを改めて思いました。いやー、まあでも初めてラオスで国に来たんで、それはそれでいろいろ楽しいこと、楽しい発見がいっぱいあって面白かったです。というわけですいません。とりあえずこれで2日目は終わりにします。ありがとうございました。